ウォーロボッツ&オータイタンズフランベチャンネル 2.0 へようこそ。いやーねー、ようやくだったが新型軽武器のベロスをマーク2レベル1までアップグレードできたんでね。それじゃあってことでメタな軽武器5つと新人さんおすすめの1つ、合計6つの軽武器についてその火力特性確認とその比較をやってみます。でまずは E-ROX だが、これは距離減衰確認でパターン2つね。まあいつもの通り検証動画の最後にダメージグラフを使って詳細に見ていきます。それから ARM についてもターゲットの耐久値によってその火力は変化するので2つのパターンで、さらに新型のクロコについても非ダメージなしと2倍のバフのダメージを計算し、これも比較します。それじゃあ6つの軽武器全部確認を終えたところで、まずは E-ROX を見てみます。2秒程度で近接なら一気に10万、100メートル程度の距離では7万程度。まあかなりのもんだね軽武器で。とはいえだ、その後7秒まではリロードなんで、ここが敵とのファイアリング感覚で勝負が決まることもあるよね。残る耐久値とラストスタンド次第じゃあるが、それじゃさらに無課金新人さんへおすすめのブライト、そうしてロングではかなりメタなグラディウスではどうだろう。まあブライトはもうかなり低いダメージじゃあるがね。いやーそれでもだ、3つ装備し4秒で10万を超える火力はある。ワークショップで入手できしかも600メートルの射程でかつ距離による火力減衰もない。もちろんチャンプリーグじゃ厳しいだろうが、マーク1レベル12までならシルバーだけの消費で済むしね。でグラディウスだが、これも鉄くずかの煽りで一気に火力は下がったよね。まあしかし10秒間打ち続けられるってとこの使い方によってではあるが、3つ装備の6秒で20万のダメージを与えられるしね。これ600メートル射程が中途半端な設定だったね。800だったら一部のロングマップ好きには支持されてただろうね。で次に ARM ね。まあこれは近接しないバトルを前提とするならば未だ有力な軽武器の筆頭とも言えるだろう。6秒で打ち切り、敵耐久値35万ほどなら7万5千のダメージだからね。とはいえ多くのプレイヤーにとって消去法で選ぶならばって感じの武器になってるように感じる。そこで登場したのが毒針の新型ベロスなんだろうね。4秒までなら軽く ARM を超える火力、つまり瞬間的にダメージを与えるってタイプの中毒症状を起こすやつね。もちろんタイタンへのファイアリングならば ARM がかなり有利となるが、ボットでのバトルならば確実にベロスが有利となる、そんなステータスであろう。そうしてヒッポだが、バフかからなければベロスを下回るダメージだが、2倍のバフかかると一気に E-ROX 近接と肩を並べる火力となるね。まあそういうことで、近接を基本とするバトルならば E-ROX とヒッポの組み合わせにより100メートル超える敵への攻撃も有効としつつ、軽武器最大火力を350メートルまでは確保する。近接を基本としなければやはりベロス一択を運営としては進めたいんだろうね。まあそこで問題となるのは6月の鉄くず化調整だね。フランベとしては基本、新型は次の鉄くず化までせいぜいマーク2レベル1で抑えようと思う。そうしてバランス調整の結果でさらなるアップグレードさせるのか、これを決めよう。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回、ド変態ビルドのバトルでうまくいきゃだけどお会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。